明けましてヤッホー。トレジャージーさんだよ。詩人でダンサーだよ。小さい頃、赤ちゃんの頃はおむつを履いてました。みんなそうだよね。本日のトレジャーはおとつい元旦、そして昨日に引き続き伸びして心地よい方大体ね、これは素晴らしい、ワンダフルっていう、宝、素晴らしいことっていうのはもうその一つで足りるぐらいなんですよ。一つで足りる、一つで足りる、それだけあれば足りちゃうよっていうね、そういうコンテンツ。もうこれだけあれば足りるんだよ、これだけあれば十分なんだよ、これだけあれば大丈夫、これだけあればいけちゃうよ、そういうこれそのこれだけで済むコンテンツ、大体3つからできてるんですね。H2O みたいな感じで、あれ HHO か、HHO で3つですよね。それからわしらの物質を作ってるクォークなんていうのも3つで1つなんですよね。3つで1つの粒子って言っていいのか、エネルギーでできてるんですよね。同じようにこれからわしがお伝えしていく宝というのは3つで1つなんです。で、今日のこの伸びっていうのは全部のプレリュード、プロローグ、何をお伝えしてるかというと、実は準備なんです。これから先話が展開していくの。まずは伸びを心地よく伸びをする、もっと心地のいい方に伸びをする。これをせっかくだから日ごとの習慣にしてしまえ。見た目にどうかわからない。ただこれは心地いいぞ、心地よい方に、心地よい方に向かって命の立場を取り戻せっていう気持ちなんですね。で、そこに向かって、そこに心地よい方に向かって、とっても心地よいこの宝、3つの宝に向かって今とりあえず準備体操みたいな感じで伸びをお伝えしてるんです。3つで1つなんです。で、この伸びだけとっても3つで1つのコツがあるんですね。3つ目のポイント、3つで1つ、これからいつも出てきます。3つで1つがね。で、1つ目、これ体が心地よいって大事なのね。2つ目、わしらはね、ご飯とかパンだけ食べて生きてんじゃないよ。言葉。人は言葉を、発する生き物。言葉で定義した通りに遺伝子をスイッチオンにしたり、言葉で定義してそう思い込んだ通りに力を発揮しちゃう生き物なんですね。だから体だけじゃない。せっかく呼吸してるんだから呼吸に声乗せて、声を出してるんだから言葉をこの声に乗せて、言葉が大事なんですよね。そして3つ目、これはどうイメージするか。言葉でただ言ってるだけではなくて、どんな風に思い描くかね、心でどんな風にイメージするかなんですよね。3ついいですか。心苦意って言います。心苦意って昔の人は言った。心苦意3つで1つなので、ただ体で伸びをするだけでは実はちょっともったいないので、コツをお話ししますね。ここに晴れやかな言葉を載せます。ポジティブワード、ポジティブワード、知ってますよね。さっきも早速出てきたよね。人は誰でも幸せで豊かで健やかになりたい。世界中みんな共通、人類の共通願望。そして人は誰でもね、苦しくて退屈でつまらなくて悩みが多くてあちこち痛い、そういう状態はあんまり好きじゃないね。楽しく嬉しく、頭は面白おかしくね、命は丸ごと心地よく、そっちの方がいいわけだよね。誰でもどっちが心地よいか、どっちが晴れやかか知ってる。だって晴れやかって言葉一つとってもね、これポジティブワードですよ。だったら伸びをしながら、こんなに晴れやか、ありがとう、ありがとう、伸びをしながらポジティブワード言っちゃうわけですよ。こんなに晴れやか、ありがとう、ありがとう、晴れやかな人交わりに恵まれている、晴れやかな出会いをいただけて嬉しいなっていう、こういうね、ポジティブワードをせっかくなので伸びをしながら言います。そうすると伸びしてる時って頭がかなりポカーンとするのね。潜在意識にね、口にした言葉が定着しやすくなるの。
こんなに晴れやかでありがたいなっていう言葉が定着すると、物事晴れやかに見えてくるようになっちゃうんだよ、人は。ね。人は思い込んだ通りに世の中を感じて、世の中を見てますから。晴れやかな状態の人ってのが晴れやかに見てるんで、ね。つまらねえな、面白くねえなって気持ちの人は、何見たってそれは面白くねえ、当たり前だろ。この世界全部がつまらなくなっちまうんだよ。なぜかって言ったら、俺の心がつまらねえからだよって、そういうことですよね、人ってね。だから何見ても、うわ晴れやか、うわ楽しい、これ面白い、なんか知らん、これ面白いわね。なんか嬉しくなっちゃう。いやこれ嬉しい、いや面白い、それ素晴らしいねっていう人知ってるでしょ。そういう人いるんだよ。そういう人ね、自分の状態が晴れやかなわけね。言葉遣いも晴れやかなわけだから、言葉を通しちゃうの。今通すって言ったね。命のなんか道みたいなところに通す、こう通ってるイメージをするっていうのが大事なんだよね。ただこう体感的にこの心地よく伸びた、俺は心地よい、このそうだ、俺は心地よいこの状態のままちょっと誰かぶん殴ってやろうかな、あいつぶん殴ったら心地よいだろうなとか、そういう話じゃないね。いやこの晴れやかな言葉をせっかくね今ね口にするんだからね、こんなに晴れやかありがとうって例えば言ってるんだから、そのこんなに晴れやかありがとうなエネルギーがここ今までつっかえてたところを通って棚心、これ棚心って言うんです。棚心から出入りするってことをイメージするんですね。コツですよ。これもね、伸びはもうご自由に。わしはそこにこれ加えると、せっかくだから加えてみたらっていうねコツをお話ししているんです。晴れやかな言葉が、晴れやかなイメージが、晴れやかな映像を思い描いてる、いろいろあると思うんです。それぞれにね、好きな映画のワンシーンとか、あのアニメのあのシーンを思い出すたびにああってなる、そういうイメージ、その心地よいイメージがこう身体イメージみたいに言います。こう身体の中を、体の中を通っていく。結構ダンサーさんとかね、晴れやか系のダンサーさんとかそうなんですよね。晴れやかに通ってるって言葉をこう実は口の中で言いながらこの晴れやかエネルギーが通っていくっていう、エネルギーが通って棚心から出入りしているっていうイメージで踊っている方とか結構多いんです。そうなんです。棚心、ここ手のひらと指を合わせて昔の人は棚心って言った。心の出入り口だ、イメージの出入り口だ。このイメージの出入り口から晴れやかエナジーが入ってくる。入ってきて、もうどんどん入ってきて、ここになんか溜まっていくみたいな、腰腹に溜まっていくみたいな感じですよね。でその晴れやかエネルギーがしかもこの自分の中から出ていく。そうどんどん放出しちゃうの。出せば出すほど入ってくるからね。晴れやかな力が、晴れやかな言葉が棚心から出入りするイメージで伸びをします。ちょっと試してみてください。わしはわしでマイペースに伸びしてますので、よろしかったらお試しくださいね。こっちの方に、こっちの方がもっと心地よい。もう一瞬ごとにもっと心地よい方がある。だってね、命はね、いつでももっと心地の良い方に動いて流れているわけだからね。そして心地の良い方に向かって育っているんだよ。育ち盛り、伸び盛りなんですよ。ね。50をすでに3年はみ出している、人間の定義をすでに3年はみ出しているじいさんだって伸びをしてたらね、もっと心地よい方に向かって伸び盛りなんですよ。もっと心地よい方に行ってる限り感覚は進化するんだもの。人の感覚進化するんだもん。しかもめでたい言葉をそこでね通しちゃったらどうなる。こんなに晴れやかありがとう、これがね暗い気持ちになった時も、落ち込んだ時も、辛い時もね、とりあえず言葉でそう言ってみるんだ。晴れやかなエネルギーがどんどん通っていくんだ。おおって言って伸びをしてると、なんせ体が心地よいんで、伸びをしてると体が心地よいんです。心地よい方にだって伸びをしてるんだから当たり前ですよね。晴れやかな方に向かって伸びをしてたらだんだん晴れやかになってくるから、今まで落ち込んでいた、朝起きた時はちょっとなんかふてくされていた、それでもねパソコンに向かった時にもう首肩コリコリになっていた、それでも伸びをしちゃったら、命は心地よい方に向かってるんだから、そこにせっかくだから言葉を加えて、イメージを加えて、真悔3つとも充実させちゃうってことでいかがでしょうか。次回はどうして伸びをするのかなということで、
伸びの仕組みを解明しちゃいます。あとはおまけのおまけという感じで、何かね詩を朗読できたらいいなと思ってめでたい詩を探してみました。そして発見。朗読します。タイトル、めでたいな。じいさんじいさん寿命が長いのね、そうよばあさんも長いのよ。めでたいなめでたいなめでたいな。改めておめでとうございます。